はい、こんにちは。いろいろやる驚きさんです。このカノーバの化石ですね、ついにリアディレイラーとチェーンを交換したいと思います。やっとやる気が出ました。やる気は出てないんですけど。ではね、買った部品を見ていきたいと思います。チェーンはね、買ってずっとほったらかしにしてたんですけど、この6、7、8足のやつで、これがですね、ターニーのリアディレイラー。これ大体2000円ちょっとでしたね。はい、こんな感じでございます。ではこれ今ついてるものを外して組み付けていきましょう。これでやっとサビのお化けみたいなこいつらとお別れですね。でこれ買ったもの一応見比べたんですけど、多分同じものですね。チェーンはね、一応小さにしてダルンダルンにして外します。でこんな感じのですね SST でピンを抜いていきます。こういう感じですね。回して抜くみたいな。ついにこのサビの消印みたいなチェーンが分解されました。リアディレイラーですね。ちなみにこんな感じでしたね。抵抗はあれですけど、シャッシャって感じです。音が鳴りすぎです。こっち側はそうでもないですね。こいつも交換します。ここ緩めて外しちゃいます。あとこれですね。無事にチェーンとリアディレイラーが外れました。リアディレイラーはですね、全く同じものなので特に比べたりもしません。ではですね、こちら取り付けていきます。リアディレイラーですね、適当につけました。やっぱり色がねちゃんと綺麗になると全然気分変わりますね。チェーンつけていきます。大体でチェーンをかけたんでつなげていきます。自分のやり方は決していいやり方ではないので参考にしないでください。やっと新品チェーンがつきますよ、マジで。無事にチェーンがつきました。でね、この反対側の穴にこれぶっ刺してポキーンつって折っちゃいます。無事にチェーンとリアディレイラーがつきました。であとリアディレイラーを調整して終わりですね。調整はですね、自分の動画なんかより他のいい人のやつを見た方がいいと思います。チェーン交換もそうなんですけど、自分はこれをやったよっていう報告みたいなもんなんで。ちょっと大変でしたけど無事に変速できるようになりました。こんな感じですね。ターニーはこんなもんじゃないですか。自分の実力ではこんなもんです。ちょっと試運転に行ってきます。今軽く試運転してきましたけど、もうちょっとディレイラーを煮詰めないといけないですね。でもやっぱりこの 32×11 の7速って結構ギアの変わった時のショックがでかくてって感じでしたけど、仕方ないです。7速しかないんで贅沢は敵です。フロントのギアもね、こいつちっちゃくて乙女ギア仕様なんですけどね、何気に。あとこいつのやらなきゃいけないところは後ろのキャリパーと、あとこの色あせたこいつらをどうするかっていうところですけど、ここまでやったんだったらやりたいですよね。というわけでここまで動画を見てくださいましてありがとうございました。この動画はね、こういうやり方ですよとかじゃなくて、こういう作業しましたっていうブログ的なもんだと思ってもらえればと思います。気軽な気持ちでよろしくお願いします。でね、次一体何の作業するの、本当一個一個が遅いよって思った方、グッドボタン、チャンネル登録、X、Twitter、ストラバフォローよろしくお願いします。一体ね、このチャリにいくら使ったのって思った方、グッドボタン、チャンネル登録、X、Twitter、ストラバフォローよろしくお願いします。気が向いたら他の動画も見てください。ではまた。